こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。最近皆さんどんな感じですかね。私は相変わらず英語の頑張ってます。ちょっとね、まだ恥ずかしいし、ひどい動画なので、なんていうのかな、目が泳いで文章を読みながら英語とかやったりしてるから、なんていうのかな。まだ見せられ、あれ、見ていただく感じではないので、またね、そのうち出したいと思いますけど、もうちょっと私も練習させてくださいって感じかな。動画の最後にね、また英語を頑張って読みたいと思っています。そうで、今日は、いろいろね、つながってきたんですよね。私、ほら、マヤ歴が気になってたりとか、あと、古代の英知が気になってたでしょ。あと、マヤ歴でしょ、古代の英知。あとは、あと何だったっけ。何がつながってたっけ、忘れちゃった。なんかこの辺りのマヤ歴、古代の英知、あと宇宙連盟だね。ここをさ、なんかこういろいろ調べたりとか、なんかやってたら、本当にさ、ドンピシャなことを言ってる人がいて、びっくりしたっていうか、マヤ歴がさ、なんで私がこんなに気になってんのかなと思ってたら、マヤ歴っていうか、マヤってどうやら、アルクトゥルスとかプレアデスとすごいつながってるみたいなんですよね。で、古代の英知っていうのはさ、本当にこう地球にいる宇宙人っていうのなんかもうすっごいさ、やっぱり転生が全然ない、宇宙系のスターシードっていうのかなっていう人もいるんですよね。ウォークインとか、だからヤンタラ二郎さんみたいな人っていうのも、あんまり表に出てないだけで結構いるみたいなんですよ。で、まあそういう人とかってやっぱり結構本とか出してたりね、外国とか結構いるみたいなんだけど、で、そういう人たちが、まあ、口々に言うのが、なんていうのかな、古代の英知の中に宇宙の情報が入ってるっていうんですよね。だから古代の英知っていうのは、要はその先住民族とか、だからまあマオリ族とかさ、なんだっけ、マオリ族ってニュージーランドだよね。でオーストラ私なんかやっぱその辺り少し回ってきてるじゃないですか。ニュージーに住んでたりオーストラリアとか、あとはああいうのも気になるんですよ。北海道のアイヌとか、あとなんだろう、フィリピンとかの辺りもそうだし、あとだからマヤもそうだし、エジプトもそうだし、あとヨーロッパの方もそうだし、なんかそういう昔からある先住民族の、まあ、インドもそうだね。そうだから先住民族たちのとこはすごい気になってるし、もともとやっぱそういうとこも結構興味があって、でこの、まあ、宇宙人たちっていうかそういう人たちはやっぱ口々にその人たちやっぱすごいこう能力が高くて、それでテレパシーでさつながってるみたいなんですよね、どうやら。で本当かどうか分かんないけど、なんかそういう情報が来て、やっぱそうなんだと思って。そうでやっぱりさ、そういうアメリカインディアンもそうだよね。だからアメリカインディアンだけじゃないか。だからアフリカの方もそうなんだろうな。なんとか族とかいるよね。でさ、ああいう人たちに対してさ、私たちはすごいもうなんか怖いっていうの、なんか、槍で刺されんじゃないかとかさ、なんかすごいさ、なんていうのかな、近づけないような、全然ほら、お風呂入ってんのかなとかさ、そういう感じのイメージとかあったりするけど、本当は彼らの方が進んでるんだよね。進んでるというか、もう、もともとの生粋の宇宙の英知とかを軸に生きてたりするから、すごい能力が高いんですよね。もう潜在能力というか、なんだろうなとは思ってたんだけど、やっぱりそうみたいなんですよね。そうでやっぱりそのあたりのところをなんだなっていうのをすごい分かってきて、そうで私ほら結局アルクトゥルスとかアンドロメダとかそっちの方に縁がある魂だと思うんですね。まあ全部決めるわけじゃないんだけどそうだからマヤにもねいた時のね映像とかが出てきてるから、そういうのあたりのとこもこれからやっていくのかなっていうのと、
でさ、その銀河連盟とかこうちょっと検索したりとかして、私ってなんかどういうことやってたのかなとか、どういう感じなのかなと思った時に、こう闇の勢力みたいな、なんかそういうものとの、対立とかがあったとこみたいな、対立というのかな、闇の勢力が強くならないように、結局さ、陰と陽だったり、全部自分でやってんですよね。闇の勢力つっても自分でやってたり、私だって闇の勢力だったことがあるのかもしれないし、陰と陽があるもう宇宙が何かを想像したい、何かをやりたいと思った時に陰と陽を作って、そこからいろんなことを生み出してるわけだから、それはだから体験としては両方あるのが、もう本当にこうなんていうの、裏と表っていう言い方なのかな、もうあるのが当たり前なんですよね、そういう世界っていうのは。それが逆にないとやっぱりこう面白くないというか、なんていうのかな、やっぱ経験としては積めないっていうところなのかなと思うんですね。でその闇の勢力みたいのが強くなりすぎる、地球ってさ、今までだから不便さを学ぶ星だったから、結構こう闇の勢力と言われてるね、宇宙的に闇の勢力と言われてるところが、に結構こういろいろコントロールされてたりしてるとこもあったんだろうなと思うんだけど、結局ね、コントロールされてたとしたらとかさ思うじゃん。だけど自分でやってるわけだからコントロールしてんのも自分だし、怖いとかさ、闇の勢力とかさ思ってるのも自分だし、その闇の勢力も自分だったりってことなんですよね。分離をただ体験してるだけだから。そうだからそれがでもそういうとこのなんていうの影響が強かったってことで、今までの地球は。だけどここがもうだから今の時っていうのは、ここから新しい時にも変わってきてるから、だから今度はそういうなんていうのかな、本当の自分だから何にも考えないようにできてたり、なんていうのかな、私たちがやっぱり力を発揮しないようにいろいろできてたんだと思うのね、地球のルールっていうのが。でもそこから本当に自分自身を生きる時っていうのはやっぱりこうなんていうのかな、自分軸でいるみたいな、だから何にも外のものに影響されないっていうのだからさ、やっぱりもう引き寄せの法則だからさ、で闇の勢力があるとかさ、コントロールされてるって思うとさ、コントロールする方にグッとシフトしていくんだろうけど、そういうものも何にも気にしなければ何にもなっていかないっていうさ、ただやっぱりそれだけのことなんですよね。でなんていうのかな、こういう宇宙系の人とかやっぱりいろんな宇宙人がいたりさ、宇宙系の人もいろんな種類の人がいるんじゃないかと思うんですけど、みんなが手を取り合っていくのと、こういうなんか闇の勢力みたいのだって自分の一部であるし、なんか除外しないっていうの、結局さ、自分がお母さん、宇宙を作ったのが自分で、お父さんでもありお母さんでもある自分が生み出してるものなわけだから、それがこういい悪いっていう判断じゃなくて、結局さ、地球でさ私も生きてきて今までね、いいこともさ悪いことも、だから悪いことがあったり大変なことがあったからこそ、今なんていうのかな、本当にこの喜びとかこのコントラストって感じだよね。地球ならではのなんて体験をしてきたこの過去の自分にありがとうって思ったり、深みが人間的にすごい、増した。だから魂の成長は随分したんじゃないかと思うんですよね。そういう大変な思いをしたから、それが闇だとするとさ、それがあったからこそ、光がすっごい輝くっていうか、だからやっぱ両方あるのが本当に自然なことだし、なんていうのかな、それも自分だし、全部が自分なんですよね。で全部 OK みたいな全部結局 OK みたいな感じだから、こういうなんていうのかな、コントロールされてたかもしれないけど、それに対してこうさ、なんていうのかな、そういうのの力がどうとか、ああだこうだとかさ、なんかそういうとこを意識するっていうよりも、なんだよね、やっぱ自分の内側にいればいいんじゃないみたいなところが私はあるかな。いくらさ自分が全然記憶にないけど銀河連盟とかにいたのかなってさ、もし思った時に、そういう闇の勢力とかとね何かやったのかなと思うけど、私は今世やっぱり地球で全然記憶にないからね、特に今世地球でやっぱりこう苦しさも、なんていうのかな、いろんな経験してきたわけじゃん。
これがあったからこそ今の自分っていうところの本当にこう愛おしさとか尊い経験だったな、尊い経験をしてるんだなっていう、そのなんか闇の部分も過去暗い部分っていうのかな、それもあったからこそ光がすっごいこう本当に大事に思うし、両方にサンキューみたいな両方サンキューみたいに思うから、なんかそういう感じで捉えるといいのかな。で しかも自分が全てを作ってる、創造主としての宇宙を作った意識でいれば、それも自分の一部だし、自分の子供でもあり、なんていうのかな、やっぱりなんていうのかな、全部自分なんですよねそうやっぱそこのあたりの分離もだからあんまないというか、じゃあ全部に対してサンキューみたいな感じになるといいんじゃないかなみたいな感じで思ったっていう感じですね。分かったかなセンキューだ、センキューとかね、ありがとうみたいな、なんかそこも超えてあれがダメこれがダメとかさ、何かフォーカスしがちだと思うんだけど、やっぱり全部受け入れちゃうといいよね。受け入れればいいし、全部幻想だし、そういうものもあるから、なんか喜びがあったり、だから幻想と分かっていながら楽しむみたいな、やっぱそういう感じがいいよね。なんかね、そうだな、やっぱ今まで苦しかった部分が多いから、もういいよね。明るく生きたい、楽しく生きたい、軽く生きたいっていう感じかな。もういいよね。もういいなと思う。地球の中での経験はもう前半の部分の、私も41ですけど、42でしたね。42ですけど、もうしたなと思うから、もういいかな。これ以上苦しい経験はもういいや。両方結局肉体持った状態で経験したいわけじゃないですか。楽しいところをさご褒美タイム、豊かさを受け取る時みたいな時だから、もうそれを許すみたいな。でその許すこととか、その豊かさを受け取るためにね、やっぱり軸っていうのがすごい大事なんですよ。自分がどこを意図するか、なんか意図するところにエネルギーがぐーっといくみたいなんだよね。自分がだから健在意識の部分が結局司令塔になって、あっちに行きたい、じゃあぐー、こっちに行きたい、ぐーってさエネルギーがいくっていう感じだから、自分で結局意図することがただ現実になってくっていう感じだから、豊かさをさ今受け取る時なわけだから、そこの部分をどんどん受け取っていくといいんじゃないかと思いますね。なんかもうそのあたりのところをねがすごいやっぱ来てて、今ね最近ね今まで講座を教えてた人とかあとこう周りを見てて結構豊かさをね受け取れてきてるっていうか、許してきてるんだよねみんな。だから本当にどんどんねいい感じに回ってきてるから、自分がどこを意図するかっていうことと、分離感とかね、よくさチャネリあれもあるよね、チャネリングやったらなんか変なとこつながっちゃうんじゃないかとかいう人多いけど、もうさそれも意図なんですよね。私自身はもう本当にそんなつながったこともないし、なんて危ない危ないとか思って危ないと思ってたら、そこにエネルギーがグッていくから危ない現実来ちゃうからみたいな感じなんですね。変なとこつながりますって言ってるようなもんだから、変なとことつながっちゃうんじゃないかなって思うってことは、変なとことつながりますってエネルギーがいっちゃうみたいなそういう感じになるっていう、本当に全部自作自演で自分でやってますからね。なんかそのあたりのところの本当にこのからくりだから、やっぱ創造主としての視点はすごいやっぱりこれが最高だし、このメッセージは、皆さんにも配信してるけど宇宙人にも配信してるつもりなんですよね。私その意識がだんだんなんか出てきて、なんか結局さ私たちは今世地球に生きてるけど、これ亡くなった後にもすごい使えるというか、この意識を知っているか知らないかっていうの全然さ、きっとさ宇宙でまた生まれ変わった時だって全然違うと思うんですよね。だからこの意識をやっぱ定着させていきたいし、みんな宇宙人たちもさ自分創造主だよねみたいな、なんか知ってるよねみたいな、創造主としての自分を生きようよみたいな、自分で全部やってるわけだから、そしたらさ今やってることとかだってさなんかバカらしいって思わないみたいな、なんかそういうのを勝手にみんなに配信してるみたいな感じで、テレパシーで送っていますみたいなことをやってる感じですね誰にも頼まれてないのにね。こういうのは結局好きだし、ここの部分をやっぱり
なんだろうな、この意識ってやっぱすごいなって思うんですよね。これ以上上がないし、ここの部分をみんな持っていてほしい。やっぱ結局地球で起きてること、今自分が思っていること、地球で起きていることっていうのは全ての宇宙に影響していて、宇宙の仲間たちもやっぱり絶対聞いてるし、つながってるから、そうそうそう、そのあたりの思ってんだよね、なんとなくね。まあそんな感じ。じゃあ、最後にちょっとまた英語をねやりたいと思います。で、私はね一番伝えたいのはやっぱり、スピリチュアルなことっていうのは、まあ、誰でも簡単にできるってことだね。で、今までやっぱりできないっていう体験を今までしてたわけだから、本当にこう誰でも持っている能力、スピリチュアルな能力ももちろん持ってるし、誰でもそういうなんていうのかな、やっぱり創造主としての力があるよっていうことを配信していきたいっていうのがすごくあって、それをねちょっと英語にしてもらったので、ちょっと読んでいますね。じゃあいきます。ちょっと目が泳ぐから文章読むから。My message is that spiritual skill is easy to discover and develop for everyone. Because originally everyone has a spiritual potential, spiritual powers. Unfortunately, it looks like a spiritual skill is for some limited people. Many people has experienced limitation and inability. But actually, everyone has a potential ability to use spiritual skill because everyone is a spiritual being. And this is something I'm going to share with you more through my upcoming message. That's it for today, and thank you for listening. I looking forward to connecting to you again soon. Thank you so much. Bye bye.